はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、シャークスーツをゲットせよ、サマーシャーク攻略徹底解説をお送りいたします。サマーバッシュが始まりまして、クラブアークも夏仕様となっております。ASA サマーバッシュ、目玉の一つであるシャークスーツゲットするためには、クラブアークの新ミッションをクリアする必要があります。シャークスーツについては、先日、サマーバッシュの徹底解説をお送りしていますので、こちらをご確認いただければと思います。今回は条件となるサマーシャークの攻略に関してお話をしていこうかと思います。ランクアルファにはなっているんですが、ちょっとしたコツをつかめば、そんなに難しくないミッションとなっておりますので、自分もそんなにミッション得意なタイプではないんですが、十分攻略できるものになっておりますので、ソロであったり、ミニゲーム苦手で敬遠されている方に関しても、ぜひ今回攻略するためのコツのようなものをお伝えしていきますので、ご確認いただいて、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。前半、ミニゲームの内容について、後半、ゲーム攻略のための解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まずミニゲームの内容についてご紹介していきます。まずミニゲームとしては、こちらミッションリスト見ていただいた一番下、サマーバッシュというフォルダーができています。ここにサマーシャークというミッションが追加されております。最大人数10人となっているんですが、トライブの参加では4名までとなっておりまして、他のサバイバーたちも一緒に参加している場合があります。報酬としてはトークン、ローカルで今3000になっているんですが、公式では2700のトークンが手に入ります。そして公式であればシャークスキンのアンロック、そしてランクはアルファとなってます。ランクアルファにはなっているんですが、ソロでもクリアできるものになっておりますし、トライブで参加しても実際やっていたんですが、なかなかサポートを考えると無茶をして自分が死んでしまったり、サポートが難しかったりするんですけども、それぞれで攻略できるものにはなっておりますし、みんなで参加すれば心折れそうな時にもう一踏ん張りできるところになると思うので、コツを聞きながらやっていただければ誰でも攻略ができるようなものになってます。そしてミッション開始していただければ少し時間がありまして、スタートするということになります。ローカルの場合は結構周りいなかったりするんですが、公式の場合はスタート時もすでに中でミッションしている人がいる場合もあるので、運次第で結構密集地に湧いてしまったりっていうこともあります。このように各生物スポーンして襲ってくるものから逃げてくるものまで、あとはこういった固定の支給品みたいなものもありますので、これをそれぞれ攻撃して壊していけば経験値もしくは回復がゲットできるというものになってます。これで上のバーにあるレベルを10個上げればクリアとなります。今レベルが1あるので10個上げるとレベル11になった段階でクリアとなります。時間としては10分となっております。ダッシュもできるのでうまいこと回避しながら、基本自分のレベルのプラス2ぐらいまでは倒せるので、最初からレベル3以下のものを見つけて倒していくということになります。出てくるものとして大きく分けて3つに分類されます。1つが固定の物品、木箱や武器のようなものがあります。1つが逃走する生物、自分たちから逃げて離れていくタイプのもの、そして襲ってくる生物たち。大きく分けるとこのタイプに分かれます。
それぞれ内容を見ていきましょう。まずは一番狙いたいところとして、固定の物品。まずはレベル1木箱。これは壊しやすいんですが、そんなに頑張って狙う必要はないんですが、あれば壊すというようなものになります。そしてレベル2の木箱。もう一つ、レベル4の木箱があります。極力固定のものに関してはこのレベル4の木箱を狙っていきたいところですね。もう一つ、レベル5の V があります。固定のものとしては一番高いものになりますので、最大限見つけた場合に壊していきたいところなんですが、低レベルの場合、なかなか壊すのに時間がかかります。後ほど攻略のところでお話ししますが、うまいことやってゲットしていただければと思います。続いて、逃走系の生物として、レベル1シーラカンス、レベル1ドード、レベル2ドード、そしてレベル2のペゴマ、レベル3トビネズミといます。これは逃走系で攻撃はしてこないので、追っかける必要はあるんですが、極力レベル3トビネズミ、カットピザ乗ってる子を見つけたら、倒しに行くとレベル上げがしやすいということになります。そして注意が必要な攻撃的な生物たち。まずレベル2アンコウ。あまり襲っては来ないんですが、攻撃したり近くに寄ると襲ってくるというものになります。続いてレベル3サバイバー。ティラノスーツを着たサバイバーということになります。最初はここまではギリギリ倒せる生物となります。続いてレベル4サバイバー。レベル5サバイバー。レベル6サバイバー、レベル7サバイバー、レベル9サバイバー。サバイバーはそれぞれ乗っているものが変わってくるので、そこで見分けもつくんですが、なかなかレベルを上げつつ倒せる生物を自分のレベルと合わせて判断していく必要があります。特にレベル7、レベル9のイカダやモーターボートに乗っている系は最初結構大変だったりしますので、近寄らない、追われたら大きくなるんで、地形に引っ掛けて回避する必要が出てきます。そして最後、レベル10、モサ。これはなかなか撃破が難しいものになりますので、どのレベルに達したとしても、モサには近づかないようにして、もしたげられた場合は、どこか細道に入って回避するという手段を取る必要があります。そして、ただ倒せば経験値が手に入るというものではなくて、このように肉であったりアイテムを取った時に経験値が入ります。倒すだけでは入らないので、取り逃さないように注意しましょう。走りながら倒しているとどうしてもゲットできない場合がありますので、ここだけご注意いただければと思います。ものとしては、それぞれ先ほどの木箱やサバイバーたちを倒した時に2種類出てきます。一つが肉。これは経験値になって、出てきた肉の大きさでゲットできる経験値の量が増えていきます。おおむねレベル高いのを倒すといっぱいもらえる大きい肉が出てくると思っていただければと思います。もう一つが血液パック。これは経験値手に入らないんですが、体力を回復することができます。どうしても戦闘をしていると体力下に表示が出ているんですが、消費していきます。これはレベルが高くなっても攻撃受けてはしまいますので、常に体力には気を配って、どっちが出てくるかは割と運なところもあるので、回復が欲しくても手に入らない場合もあったりはするんですが、極力木箱とかで見つけて、いっぱい溜まってるところとかでゲットしていただくと来やすい可能性は割とあります。ただ大きくなるとこういう小さい生物とか一気に倒して回復手に入る場合が多いので、大きくなると割とゲットはしやすいものになってます。常に残り体力を気にしながら、今のレベルプラス2ぐらいまでは倒せるので、そのあたりを狙って安全にまずはレベルを上げていきます。アンコウとかも結構ダメージ食らわずに倒せたりしますので、極力狙っていくといいかと思うんですが、できればトビネズミとかレベル高い木箱などを狙って最初のうちにこういう固まってるやつをゲットしていただくとレベルが上がりやすいということになります。レベルが上がるとどんどんシャークの体も大きくなっていきまして、視点も離れていきます。なのでマップが見やすくなります。
どこに何があって、どこに敵対生物がいるのかがわかるので、自分が倒せる生物からは襲いに行って、こういう部位があるところを積極的に狙っていきやすくなるので、大きくなってレベルが上がっていくと、どんどんやりやすいということになります。自分のレベルと照らし合わせて倒せる生物は倒すというのがコツにはなってくるんですが、詳しくは後ほど攻略の方でご紹介します。あと一応ダッシュするとスタミナ使いますので、一旦スタミナ切れたらダッシュできなくなりますので、最初の方はスタミナ管理も注意する必要があります。レベル10からさらに1つ上がって11になった地点でこのようにクリアとなります。ローカルなんでスキンの解除はないんですけどね。以上がミニゲームの内容となります。最初結構注意しないといけないんですが、あまり安全を求めすぎると最後時間が足らなくなる部分もあるので、安全を確保しながら的確に経験値をゲットしていく必要はあります。体力あるのに回復が出てしまうとか、そういったところもあるんですけども、今のはローカルだったので、しかもクリエイティブだったんで結構強引にやってましたが、公式の場合は他の方が先にされていて、場が荒れていたり、他の人が強くなって周りを買ってしまって、なかなか枯れないという場合もあります。代わりに取り逃した経験値をゲットしたりとかで安全にレベル低い子を買っていくっていうこともできる場合もあります。このあたりは少し運任せになってくるところはあるんですが、後ほどご紹介するコツ的なものを覚えておいていただくと、ここもかなり攻略しやすくはなるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。では、ここからはですね、サマーシャークの攻略のための少しコツのようなものをお話ししていければと思います。現在ですね、公式の方に来ました。ローカルだと割と安定はすると思うんですが、公式の場合は途中参加する場合もあるので、結構運次第のところが最初出てきます。その辺も含めて一緒に解説していければと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと解説しながらやるので、うまくいくかわかんないんですが、何かヒントになればと思いますので、そんなに得意ではないんで、少し攻略のコツをつかむきっかけになればと思いますので、よろしくお願いいたします。では、やっていきますね。最初に湧く位置がですね、結構重要になってくるんですが、変なところに湧いたとしてもですね、ダッシュで逃げれば確実に最初引き離せますので、引き離していただいて、こういう箱などを狙っていただくと割とゲットしやすいかと思います。基本的に攻撃する生物に関しては後ろから攻撃をして、こういうレベル5のところ、やばい、猛者がいる。猛者がいるところは逃げていただいてですね、こういう固定のものを見つけると倒していくというのを最初していただく。割と端っこの方いるとですね、こういう逃走系の生物であったりとか、箱が溜まっていたりするので、割と端を回ると最初やりやすかったりします。ただし、こういうスタックしてるやつとか狙っていただいたり、レベル5がいたりするんですけど、V がゲットできたりするんですが、無理はしない。極力、ヒット&アウェイでしていただくと、割と稼ぎやすかったりします。こういうところは、割と他の攻撃系のやつが引っかかって取れなかったりしますので、うまく地形を使って倒していく。攻撃系の生物に関しては正面からガチンコでやると最初大変なので、後ろから攻撃したり、こういうレベル低い子が溜まってるところで一気に稼いだりしていただくと
やりやすいかと思います。というところですね。無茶すると結構ダメージ、正面からやるとダメージ食らったりしますので、極力特にレベル高い子に関しては白から攻撃できるように回り込むのが一つです。スタミナ管理と気をつけていただければと思います。この辺溜まってて箱もあってっていうところをゲットしていただきながら、こういう端っこだと割と部位が湧くのが固まってたりしますので、すぐ次の部位が湧いたりとかですね、してくれますので、ポイントを見つけるとですね、そこでちょっと頑張ってみるのも一つです。これでレベル6になっているので、ある程度ですね、最初レベル低い子を倒していくんですが、ある程度レベルが上がると、こういうところまで来て、猛者はちょっとダメなんでいけないんですが、こういうイカダ系ももう倒せるようになっているので、レベル5を超えればですね、レベル高い子を求めて経験値を稼いでいくというところをすれば、今すでにレベル8になってますので、猛者には近寄らずに地形を見てですね、後ろ側から攻撃するとダメージも食らいづらくなりますので、倒しつつレベルを上げていくと。あとはこのままこういう固まっているところにまとめていけばどんどんレベル上がりますので、取り逃しとかがあるんでね、最初腰とかであれば大きくなってですね、取り逃してる経験値上の方にあると思うんですけど、その辺を拾ってくるっていうのも一つですし、こういう端っこにレベル5の部位がいっぱい溜まってたりとかですね、ありますので、最初はその辺を目指して、レベル9とか10とかになれば、イカダとかモーターボート固まっているところに飛び込むと、このように簡単に攻略ができたりします。これでシャークスキンとトークンゲットできますので、ぜひ楽しんでいただいて、最初の無理をせずに逃げるっていうところですね。ダッシュで逃げていただいて、ただ逃げすぎると他の子のヘイトを買ったりはするんですが、公式だとなかなか他の子も動いているので、あまり固定で残っていることも少ないと思うので、気にせずに安全地帯を探して、倒せるところではどんどん攻撃的に倒していただいて、倒せない子が寄ってきた場合は、ある程度引きつけて、そこからダッシュで逃げるという手段を取っていただければ、比較的攻略しやすくなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。囲まれた場合なんですが、今回なかったんですが、ダッシュで抜けていただければ、一撃とかは食らう可能性あるんですけども、ぶつかってもダメージは食らわないので、囲まれたところですね、ダッシュで隙間抜けていただければ、攻撃受けずに抜けれたりもしますので、特にレベル低い時はですね、レベル大きい時はちょっと体がでかいので大変だったりするんですが、レベル低いうちの囲まれた場合はですね、そんなに怖くないので、ぜひ落ち着いて固定の木箱とか浮きを狙って撃破していただいてレベルを上げる。レベル5ぐらいまで行くとイカダも倒せるようにはなりますし、だいぶ落ち着いて倒していただいて、ただ正面からガチンコでやり合うとやはり体力は減っていくので、その辺は後ろ側に回り込んで攻撃したりとか、ヒットアンドアウェイで移動しながら攻撃して一気に倒すんではなくて徐々に倒すっていう形をとっていただければ撃破しやすくなります。最初の頃のレベル5の浮きですね。倒してる間に他の敵対生物寄ってくる場合あるんですが、ここに関しては離れて
引きつけてから一旦離れて引きつけて、さらにダッシュで離れていただければ、ヘイトを切れたりしますし、離れれるので、その間に浮きのところに戻って攻撃してゲットするという手段もありますので、必ず1回でゲットするのではなくて、常に安全マージンを取って逃げて別のところに誘導してもう1回戻って倒す。通りすがりに攻撃して、それを何回か繰り返すなどをしていただくと、割とスムーズに攻略ができたりします。運が悪くてスタート地点で猛者がいたりとか、ヘイトを買ってしまってもですね、逃げることもできるんですが、場合によってはちょっとスタックしてしまったりとかですね、周り完全に囲まれてたりとかでする場合は、すでにマップが動いている分あったりするんですけども、そこはすんなり諦めて次行くもよし、ダッシュで逃げれば、どの生物も基本的に引き離せるので、そこに固まっているということは、他のところいなかったりしますので、安全地帯を見つけて、着実にレベルを稼いでいくという手段を取っていただくのも一つになりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、シャークスキンをゲットするためのミニゲーム、サマーシャークについて徹底解説してきました。自分もそんなに得意ではないですが、見ていただいた通り、着実にやればクリアできるゲームになっておりますし、特に集団でないとダメっていうことはないですし、集団でやってもなんとかなるものでもないので、気楽にソロでも参加していただいて、メダルも多く手に入りますし、シャークスキンもゲットできますので、かなり効率のいいミニゲームになっているかと思いますので、ちょっとした空き時間であったり、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。今しかできない可能性もあるので、できるだけ早めにシャークスキンゲットしていただければと思います。最初はちょっとコツつかむまで難しいところもあるかもしれないんですが、一回クリアすればなんとなくコツがつかめてやっていけるミニゲームになってますので、ぜひお楽しみいただければと思います。そして今回の内容でなんとなくコツがつかんでいただければ嬉しいです。自分もミニゲームあまり得意ではないので、うまくできているかわからないですが、ぜひコメントいただければ嬉しいです。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。